はい。というわけで皆さんどうもこんにちは。オックスアウトでございます。さて、今日はですね、先日ちょっと僕が導入して、これね、おすすめしたいなという、ダヴィンチのね、プラグインをちょっと一つ紹介したいなと思うんですが、それがこのミストフィルターを再現する、スキャッターになります。スキャッタースカッター多分スキャッターだと思うんですけど、これがね、今のところ僕がね、今年映像制作関係で買ってよかった商品、暫定ナンバーワンですね。ミスト系のね、ディフュージョンフィルターは、光を柔らかく拡散させることで、エッジが立ったデジタル感っていうのを和らげて、アナログ感のある、すごく柔らかい雰囲気の映像に仕上げることができるアイテムで、僕はこれまでね、シチュエーションに合わせて、様々なディフュージョンフィルターを使用してました。で僕がね、よく使ってるのは、ティフェンのね、フィルターをよく使ってて、一番有名なのは、多分ブラックブロミストだと思うんですけど、実はね、ミスト系のディフュージョンフィルターってかなりの数があって、例えば、こっちのね、スモークフィルターは、室内でスモークマシンを焚いたかのような、かなりね、映像全体をこう強力にこうもやっとさせるものもあったり、他にも、僕が写真でよく使用するのはグリマーグラスで、映像で一番使用するのがね、こっちのサテンフィルターと、ほんとね、それぞれ微妙にコントラストとかハイライトの具合が変わってきます。他にもね、ほんといろいろと種類があるんですけど、この図が分かりやすいですね。左に行くほどハレーションが増えて、下に行くほど解像度が下がって、で、右に行くほどコントラストが下がるんですけど、これだけね、いろんな種類があるんですよ。ここでブラックプロミストが、どこかというと、ここですね。でね、使ったことがある人ならわかると思うんですけど、ミスト系のフィルターってね、ほんと強烈に映像の印象をこう変えてしまうので、思った以上にちょっとこうドリーミーなルックになりすぎちゃったと、失敗したなんていうね、経験したことある人もいるんじゃないかなと。なのでね、それぞれのフィルターは2分の1とか4分の1とか8分の1みたいに、その効果の強さごとのね、こうバリエーションがあって、光の具合に応じて適切なものを選んで、使用する必要があるんですけど、これらのね、レンズって1枚こう本当2万円ぐらいするので、揃えるのにね、結構なお金がかかるんですよね。このスキャッターというプラグインは16種類のディフュージョンフィルターと、その強さのバリエーションを合わせて50以上の本物のね、フィルターからこうデータを取って、それをデジタルで再現したというものが使用できて、なおかつかかり具合のね、細かい調整っていうのもできる、ほんとね、優れものです。で、ご覧いただいている通りね、かなり自然な感じで、本物のフィルターとなかなか区別がつかないんじゃないですかね。というわけで、この後ね、ちょっとそのプラグインの使い方や、あとはね、本物のフィルターと比較なんかもしてみたいなと思うんですけど、その前にですね、本日のスポンサーであるアートリストの紹介でございます。アートリストは個人商用問わず映像制作に必要なハイクオリティでロイヤリティフリーな、音楽やサウンドエフェクトを、ダウンロードし放題のサービスとなっているんですけど、最近ね、このアートリストの進化が止まらないんですよ。ちょっと前には AI でテキストからね、ボイスオーバーを生成できる機能が追加されて、それを皆さんにご紹介したんですけど、今度はなんとね、ラットもダウンロードし放題となりました。しかもね、ちょっと途中で数えるのやめちゃったんですけど、最低でも300個はあります。このね、画面の上部からサンプル動画を選んで、ラットにカーソルを持っていけば、ビフォーアフターをこんな感じでプレビューすることができて、でフィルターでね、サイドとか色温度とかコントラストで絞り込んだりすることもできます。で、最近ね、各種カメラメーカーが直接ラットをカメラに取り込んで使用できるようになっているので、これはね、すごく使えるんじゃないかなと思いました。で、料金はというと、音楽とサウンドエフェクトだけで OK なら、年払いで月額換算約10ドル。ラットを使いたいということであれば、フッテージ&テンプレートプランの約30ドル。音楽も AI ボイスオーバーもテンプレートもラットも全部使いたいという人であれば、月額換算40ドルで使用することができます。映像制作をしていてアートリストをね、まだ契約していないという
方は、ぜひ、概要欄のリンクの方からチェックしてみてください。以上、本日のスポンサーのアートリストのご紹介でした。はい。そしたらね、早速、ダヴィンチをちょっとね、開いて見ていきましょう。いつものこのアングルでチェックしていきたいと思うんですが、リコさんね、これちょっとすっぴんなんで、突然ちょっと撮るぞって言ったんで、ちょっとサングラスをかけてね、ごまかしてるんですけれども、そこは気にしないでください。じゃあまず、これがね、何もフィルターを装着していない状態です。で、ブラックサテン4分の1をつけてみると、こんな感じです。後ろのね、ライトの光がすごいいい感じにグローがかかってますよね。そしたら次はね、このスキャッターを使ってみます。カラーページを開いて、スキャッターをノードに追加して、最初にこのソースっていうところから、素材のカラースペースを合わせます。で、ファミリーはフィルターの種類、ここではサティンを選んで、ストレングスは強さなんですけど、サティンはクォーターがないので、ここではハーフ2分の1を選んで、このインテンシティを少し下げて、大体ね、同じような見た目になるように調整します。で、最後にこのハイライトカラーリカバリーにチェックを入れて、見てみると、こんな感じになってます。どうです？本物のフィルターとね、だいぶ近い雰囲気は出てるんじゃないかなと思います。こうやって並べてみても、どっちがプラグインで、どっちが本物のフィルターなのかっていうのはね、なかなか判断つかないんじゃないかなと思います。で、僕ね、過去のダヴィンチのチュートリアル動画の中で、ミストフィルターっぽいルックをダヴィンチのグローエフェクトを使って再現する方法っていうのを動画でご紹介したんですけど、その方法だとハイライト部分以外にも結構ね、その影響しちゃうんですけど、本物のフィルターと比べちゃうと、ちょっとね、やっぱね、フェイクっぽさが出ちゃうんですけど、スキャッターだとそんなことがね、ないんですよ。正直ね、このプラグインがあれば、僕はもうフィルターを買って、そのカメラのレンズにね、つけようとは正直思えなくなっちゃいましたね。レンズの前にやっぱりガラスをつけるわけじゃないですか。なので、その分、フィルターによってはね、余計なフレアとかゴーストとかっていうようなね、心配をする必要もなくなりますし、もう毎回ね、取って外してなんていう煩わしさもなくなります。そしたらね、もう一つ見ていきましょうか。次はね、このスモークフィルターで、これはね、強さは1です。で、ビフォーアフターで見るとこんな感じになってます。で、これも同じように、スキャッターでもやっていきたいなと思うんですけど、ファミリーはもちろんスモークを選んで、強さはここでも1を選びます。するとね、結果はこんな感じになっていて、雰囲気は近いっちゃ近いんですけど、ちょっとね、光の拡散具合はこのティフペンのスモークとは違いますね。なので、エフェクトのね、かかり具合っていうのを、ちょっとこの、本物の方にね、寄せたい場合なんかは、ここのフォーカルレングスで光の拡散具合を調整できるんですけど、基本はレンズのスーパー 35mm の値、24mm だったら 36mm と設定するんですが、ここはね、お好みで調整しちゃえばいいかなと思います。そしてここのインテンシティでエフェクトのかかり具合を調整したら、だいぶティフェンのフィルターと光の拡散具合が近くなったんじゃないかなと思います。撮影後にフィルターの具合を調整できるっていうのは、カラーグレーディングとの相性を見ながら微調整することもできるし、他にもマスクを使って一部分だけに適用するなんていうこともね、できちゃいます。ちょっとこういうのね、窓とかだけに使ったりするのもいいかもしれないですよね。で、他にもいろいろとフィルターはあって、全部で16種類、強弱を合わせると、だいたい55種類のフィルターを使用することができるんですけど、実際のね、フィルターが、1つ2万円くらいだとすると、100万円分くらいのね、フィルターが使えるわけですよ。どうですか？そうなるとね、こいつは一体おいくら万円なのかっていう話なんですけど、3ヶ月と1年のサブスクもあるんですけど、買い切り価格だと499ドル。この動画をね、撮影している時点のレートだと、日本円で約7万7000円になります。7万7000円っていうとね、なかなか考えちゃうお値段ではあると思うんですけど、100万円分くらいのね、フィルターが使えちゃうと思ったら、ちょっと僕は飛びついちゃいましたね。はい。というわけでね、本日は僕の一押しプラグインのね、スキャッターの紹介でございました。皆さんのね、動画制作の参考になれば幸いです。ということで、本日の動画は以上となります。それでは皆さんまた次の動画でお会いしましょう。ピース。